ミク、遅くなってごめん。木の様子がおかしいって聞いたけど。ミクちゃんが言ってた通りだ。本当に木から人の声がしたよ。こおーい、そこに誰かいるのか？聞こえていたら返事をしてくれ。別の人の声だ。途切れ途切れだけど聞こえてます。もしかして他の世界の。もしかして世界と世界か？眩しい。何にも見えないよ。目がチカチカする。私も。ねえ、みんなは大丈夫？ああ、なんとかな。しかし、光るなら光るぞと言ってほしいものだ。だよね。ひょっとしてサプライズ好きな木なの？光るサプライズか。クリスマスならバッチリかも。いや、あんなに眩しく光られるのは結構困る。コロ。え？なんでみんながここに？ああ、うちのリンとレンじゃない？一体どうなってるんだ？それはこっちが聞きたいですよ。さっきまで世界にいて、木から人の声が聞こえてきて、ピカーってなって、世界にいた？木から聞こえてきた声、なんか司さんっぽいなって思ってたんです。俺も花里とあずさまの声を聞いた気がしたが、勘違いではなかったということか？ねえねえ、レン、これどうなってるの？全然わかんないよ。俺だってわかんないってば。ミクたちもなんかいなくなっちゃってるし。みんな、とりあえず落ち着こう。なんでここに来ちゃったのかとか、話も聞きたいし。志保の言う通りだな。では全員で落ち着くための深呼吸をしよう。それは好きにやってください。それより、いろいろ整理しないと。しほちゃん、そんなスパッといかなくても。さすが昔からの知り合いだね。よし、ここまでの話をまとめるぞ。まず世界についてだ。志保はレオニードのメンバーとの世界があり、白石はビビットバットスクワットのメンバーとの世界がある。花里もモアモアジャンプのメンバーとの世界があり、そして俺も世界を持っていて、ワンダーランズショータイムのメンバーが自由に出入りできる状態だ。仲間とじゃなくて、一人の思いでできてる世界もあるんだ。それで今私たちがいるここはそのみんなの思いでできた世界ってことなんだよね。うん、生まれたばかりでちょっと不安定みたいだけど、そういえば前にミクから聞いたよ。この世界がまだ思いのかけらだった時にここで司くんやみのりちゃんと会ってお話ししたって。ほら、あの木に見覚えない？その時はもっと細くて小さかったみたいだけど。木。確かに見覚えがあるな。てっきり夢か何かだと思っていたが、なるほど。
イチカやアズサワも一緒だったのは世界を持っていたからなのか。あとかなでちゃんもいましたよね。もしかして。奏たちがやってる音楽サークルのみんなの思いもここにあるよ。あの子たちも世界のこと知ってるしね。そうだったの？なんということだ。今分かっているだけでも知り合いだらけではないか。そうですね。何今の光。光ってないよね。そこの草むらからだった気がする。あ、この丸い玉かな。あれ、それって思いのかけらってやつじゃない？俺も見たことがあるぞ。触ると思いを覗けるというあれだな。まさか木から落ちたとか？確かにそっくりな丸い玉がいっぱいついてるね。木になってるのはみのりたちみんなの思いだよ。でも今見つけたのは違うような気がする。やっぱりこの思いのかけらはみんなの中の誰かの思いっていうわけじゃないみたい。ん？俺たち以外の思い？ね、思いは似ている思いと共鳴するんだ。それでみんなの思いの強さに引っ張られてこの世界に来ちゃったのかも。なるほど。つまりルイは友を呼ぶというやつだな。それ本当に合ってますか？だけどこの思いのかけらってこのままでいいの？持ち主の人困ってたりしないかな？本人には影響ないと思うよ。でも一応俺とリントで世界の狭間に戻しておこうかな。世界の狭間？いつも私たちがいる場所だよ。そこで世界や思いを見守ってるんだ。でも本当に見てるだけしかできなくて、みんなと会ったり話したりって、あれ？なんで俺たち普通に話せてるんだろう。本当だ。どの世界に行っても私たちの姿は思いの持ち主に見えないし、こっちの声も届かないのに。なにここって野々木公園？渋谷に戻ってきちゃったってこと？まだ世界のはずだよ。私たちも一緒だし。でも思いのかけらの世界って感じでもないんだよな。あ、もしかして思いの持ち主の記憶を見てるのかも。記憶では今俺たちがいるのは過去の野々木公園ということか。それにしても何やら軽快な音楽が鳴っているな。そうですね。拍手や歓声も聞こえて。あそこステージで何かやってるみたいですよ。ほんとだ。ちょうど誰かが踊ってるね。あの人じゃない？あの人がこの思いのかけらの持ち主だよ。わあ、キレキレのダンスだね。かっこいいな。そうだね。でもなんでだろう。ちょっと苦しそう。それにしても思いのかけらって記憶を見るっていうパターンもあるんだね。
触るとその思いの世界に行くんだって思ってたけど。ってあれ、私たちかけらに触ったっけ？誰も触ってなかったと思うけど。もしかしてこの記憶を私たちに見せたかったのかな？見せたかった。だが、なぜ？戻ってきちゃったね。ってみんながいないよ。え？よかった。あんたちみんな帰ってきた。目の前が真っ白。みくちゃん、みんな、みのりちゃんたち帰ってきたよ。よかった。みんな急にいなくなっちゃったから心配で。みんな？じゃあまさかみのりたちもあの大きな木がある世界に？はるかちゃんも？それにお友達に会ったの？そうなんだ。もっといっぱいお話ししたかったな。知り合いには俺もあったが、しかし妙じゃないか？妙？俺たち全員あの木がある世界に行っていたのなら、なぜ会わなかったんだ？なんでだろう。気になることはいろいろあるけど、ひとまずみんなが無事でよかったよ。そうね。ちょっと腰を落ち着けてどこかで話しましょう。ああ、そうだな。みんな、よくぞ集まってくれた。こちらこそ誘ってくれてありがとうございます。私も気になってたんですよね。すごい中途半端なところで強制解散って感じだったし。それは私もだけど、なんでここなんですか？もっと話しやすそうな場所いくらでもあるのに。話をするだけならそうかもしれん。だがやりたいことがあってな。やりたいこと？志保と花里は知っているだろうが、ちょうど今 M たちがあの木のある世界で会った者同士で顔合わせをしているんだ。なんと世界のミクたちも一緒にだぞ。ミクたちも？いいなあ、それ。だろう？ M から話を聞いた時、正直ずるいと思った。いや、子供じゃないんですから。でもわかるかも。私も他の世界のバーチャルシンガーのみんなに会ってみたいし。だよねだよね。やっぱ来ておいて大正解じゃん。おいリン、声が大きいって。この声、まさか。やっほー、はじめまして。シホッチたちの思いの世界にいるミンでーす。志保、悪い。止められなくて。お前は以前カイトと一緒にうちの世界に迷い込んだリンではないか？あの時の。じゃあリンとカイトさんが飛ばされたっていう遊園地がある世界って
の時のリンがいるみたいだよ。司くん、早く出して出して。リン今だよ。俺たちも便乗しちゃおう。賛成。おーい、あんちゃあれ、うちのりんちゃんとれんくんも来ちゃってたの？本当は俺のところの2人を紹介してから順番にと思ったが、まあいいか。あ、トウヤくんと神社のお祭りのために頑張ってた子だ。見てたよ。とっても綺麗だった。本当？ありがとう。おい、勝手に話を進めるなよ。初めましてのメンツの方が多いんだからさ。まずは全員の自己紹介からだね。待って待って、うちのりんちゃんとれんくんも呼ばせて。バンドにアイドルにショー、みんな世界ごとに全然違うんだ。世界を形作っている思いが違うからね。アイドルのあたしとレン、ファンサやってお願い。えへへ、いいよ。おお、ったく、初対面なんだからちょっとは遠慮しろよな。ふふ、気にしないで。喜んでもらえて嬉しいし。なんか嬉しそうですね。なあ、うちのリンとレンはお前のところのリンやカイトにまた会いたいと何度か言っていたからな。叶えてやれてよかった。だがこれは一つ目だ。二つ目のやりたいことはズバリ思いの持ち主探しだ。え？思いの持ち主ってあのダンスを踊ってた人ですよね。本気ですか？私たちが見た記憶がどれくらい過去のことなのかもわからないのに。あの大きな木のある世界であったリンが言っていただろう。思いのかけらは俺たちにあの記憶を見せたかったのかもとな。そういもし本当に見せたかったのならば、そうする理由や意味があったということだ。それが何なのか気になるだろまあ確かに。せっかくこちらにリンやレンを呼んだんだ。散歩がてら試しに探してみようではないか。いいんじゃないですか。っていうか私もまだりんちゃんたちと話したかったし。私も。いっぱいおしゃべりしよう。しほっち、私ももっとおしゃべりしたい。だからちょっとだけ付き合って。はあ、しょうがないな。よーし、では思いの持ち主の捜索を始めるぞ。まずは記憶で見たステージを目指すが、道中にいるかもしれん。目を皿のようにして周囲を確認するように。あれ、待って、俺たちは思いの持ち主の顔知らな。俺たちが一番に見つけちゃおうよ。ゴーゴオッケー。ー。
僕たちも負けないよ。ふふ。あんまり急いで転ばないようにね。抜け駆けはダメ。しほっち、私たちもゴーゴー。はいはい。今日は大変な一日になりそうだな。そうだね。